回はキャンドルの適切な使い方とケア方法をご紹介しようと思います。キャンドルっていうと火を灯してからふっと息を吹きかけて消すだけっていう方も多くいらっしゃると思いますが、実は息を吹きかけて消すのは NG だったりします。正しく使わないと最後まできれいにキャンドルを使えず、瓶の周りにろうが残ってしまったり、火が強すぎてすすや煙が出て壁が汚れてしまったりなどあります。さらにアロマキャンドルの場合は香りを十分に楽しめなかったりもしますので、正しくキャンドルを使ってきれいに最後までキャンドルを使えるようにしてみてください。意外と知らなかったっていうこともあると思いますので、最後までぜひ見ていただければと思います。まずはキャンドルを使う場所ということで、周りに燃え移るようなものがなく平らなテーブルで使ってください。外だったりエアコンなどの風がある場所だと芯が傾ききれいに燃えない原因になりますので、風があまりない場所で使ってください。風がもしこっちから吹いてると芯がどんどんこっちの方に倒れてしまって、その倒れた方面だけキャンドルのろうがどんどん溶けていって、こっち側のキャンドルが余ってしまうことになるので、風には気をつけて芯が傾いたらすぐに縦にまっすぐに戻すようにしてください。キャンドルの灯し方です。キャンドルは先が細いライターか USB 式のプラズマライターでつけるのがおすすめです。このようなもので、こちらのここが細いライターがおすすめです。で、自立式の容器に入ってないピュアキャンドルだったり、このようなティーライトキャンドルだったら小さいライターでも問題なくすぐにこうやってつけられるんですけれども、このように瓶などの容器に入ったコンテナキャンドルの場合、ろうが少なくなるとマッチやライターでは瓶の底に芯が届かずに、このようにでこうやってつけるときに自分の指を灯してしまいそうで危ないので、小さいライターやマッチはあまり使わないようにしてください。で、私が普段使ってるこの充電式のプラズマライターなんですけれども、こちらは何度も使えてすごくエコなので、ぜひ1個は持っておくといいと思います。で、この場合だとろうが少なくなってしまっても簡単につけることができます。ちなみにこれは Amazon で買いました。プラズマライターはこのような長細いものと、こういうライターもあるんですけれども、これは先が細くないのでつけるときに届かなかったりするので、プラズマライターならこの長いものがおすすめです。で、次にキャンドルを灯す時間です。初めて灯すときは瓶の縁まで溶けたろうが広がるまで使うようにしてください。で、キャンドルの大きさにもよるんですけれども、だいたい初めは2から3時間ぐらいがいいと思います。例えば今使っているこのキャンドルは溶け出したろうが瓶の縁まで広がっています。初めて使うときは2から3時間ぐらいがよくて、でそれ以降は1回ごとに1から3時間ぐらいまで瓶の縁まで液状になるまで使用するようにしてください。キャンドルにはメモリーがあるってよく言われるんですけれども、一度溶けた直径までしかその後も溶けづらくなってしまうことがあるので、このような容器に入ったキャンドルはこまめに、例えば10分から15分でつけたり消したりっていうのはあまり繰り返さないようにしてください。この容器の縁まで液状にならないまま火を消してしまうと、次使う時からもその瓶の縁にろうが残ってしまい、最後まで使い切らずにろうを無駄にしてしまうことがあります。これトンネル現象ってよく言われます。逆に長く灯しすぎてしまって、例えば4時間5時間連続で使いすぎてしまうと瓶の容器が熱くなってしまって危険です。でさらに芯が長くなって火が強くなりすぎてすすや煙が出たり、あとは芯がろうを吸いすぎてキャンドルがすぐになくなってしまう原因にもなります。
で灯しすぎた時は火をすぐに消して冷めるまであまり容器を触らないようにしてください。で、次灯す時までに長くなりすぎた芯は 5、6 ミリにカットするようにしてください。で、次にキャンドルの消し方です。初めにお話しした通り、キャンドルっていうのはバースデーケーキのキャンドルのようにふーって息を消しかけて消すのはよくなくて、溶けたろうまで一緒に飛んでってしまったり、煙やすすが出て部屋に充満したアロマの香りが台無しになってしまいます。で、私は留学していた時にドライブでキャンドルを焚いてくれた人がいたんですけれども、ふーって消して煙がたくさん出て紫色のろうが車の中に飛び散ってしまったり笑った経験があります。どうやって消すのが正しいやり方かというと、このようなキャンドルのディッパーツールを使って消します。キャンドルは火のついた芯を倒して周りの溶けたろうに沈めて消します。このような感じで縦に戻します。で、こうすると煙は出ません。で、こんな感じです。で、キャンドルのこちらのウィッグディッパーっていうものをお持ちの方はそれを使えばいいんですけれども、持ってない方が大半だと思うので、このようなピンセットや金具製のもので代用して使ってみてください。で、芯を浸したままだったり曲がったままだと次使う時にうまく火を灯せなくなってしまうので、必ず最後まっすぐ縦に立たせてあげてください。で、このように消すことで煙が出ずに火を消した後もアロマの香りを楽しめて、消すたびに芯のコーティングができるので次使う時も綺麗に火が灯るようになります。で、火を使う道具としてこちらのスナッファーと呼ばれるものがありまして、ちょっとベルのような形をしてて可愛いんですけれども、これを炎にかぶせて真空にして消すという方法です。なんですけれども、あんまりこの消し方はおすすめできないです。これで真空にして消しても結局このベルの中で煙が出てしまったり中が黒く焦げてしまうからです。なのでやっぱり一番いい方法としてはこのツールを使って芯を倒すやり方ですので、このベルのスナッファーではなくてこちらのディッパーツールをぜひ使ってみてください。で、次にキャンドルの火を消した後にすることです。キャンドルはきちんと使えばろうをほとんど無駄にせずに最後まで使うことができます。キャンドルを消した後に芯が長くなっていると火が強すぎている状態で、火が強いと次回使う時もろうをたくさん吸ってしまいキャンドルの減りが早くなってしまいます。で、そういう場合は芯を5ミリほどにカットしてください。で、カットする道具としてこちらがウィッグトリマーといってキャンドルの芯を切る専用のハサミになります。普通のお家にあるハサミだとこのぐらいのろうが残ってる場合は大丈夫なんですけれども、先ほどのようにキャンドルをかなり最後の方まで使い切ってしまっている場合はこのハサミだと下の方の芯をトリミングしづらい状態になります。なのでこのキャンドル用のウィッグトリマーを使うとすごく簡単に切ることができます。こちらの芯を5ミリぐらいに切ってみようと思います。このぐらいに切ることができました。で、たまに火が強いと芯の先に黒いものが溜まってマッシュルームみたいになってしまっている場合があるので、それも取り除くようにしてください。これはよくマッシュルーム現象って言われます。で、このようにウィッグトリマーがない方は代用できるものとしてはこのようにハサミの先で切りやすいハサミが売ってるので、このハサミだと通常のハサミよりもちょっとだけ切りやすいと思います。こういうハサミはセリアで売ってるのですぐ手に入るかと思います。
このぐらいのローの少なさになってちょっと芯をトリミングしづらいっていう方は、頑張ればこのようにティッシュでもう取っちゃうっていうのもありだと思います。逆に芯が短すぎてしまってて火が弱いっていう場合もあると思います。でそういう場合はローがまだ液状になっている状態で液を紙などの上に垂らしてローを少なくするようにしてください。このように芯を常に 5,6 ミリに保つことで綺麗にほとんど最後までキャンドルを使うことができるようになります。キャンドルの蓋がある場合には蓋をコースターにすると家具などから熱を守ることができます。でキャンドルが少なくなってくると瓶の底がかなり熱くなってくるので、そういう時はこんな風にしてキャンドルを蓋の上に乗せて使ってみてください。で使い終わった後にキャンドルの容器に蓋をすることで香りを閉じ込めて香りが逃げてしまうのをちょっとだけ防ぐこともできます。最後に、キャンドルの保管方法です。キャンドルは、直射日光の当たらない場所で保管してください。特に、植物性のワックスからできたソイキャンドルやココナッツキャンドルなどは融点がすごく低くて40度から50度なので、夏はエアコンの効いてない部屋に置くと溶け出して表面がボコボコしてしまったりちょっと汗をかいたようになってしまいます。逆にアロマの香りを楽しみたい方は蓋を開けて保管しておくとお部屋にほんのり香りが広がりますので、好みに合わせて調整してみてください。今回お話ししたこのキャンドルの消す時に使うディッパーツールや芯をトリミングする時に使うウィッグトリマーはセットで Amazon なので売ってますので、こちらもよかったら探してみてください。今後もキャンドルやソイキャンドルについての動画を上げていきますので、ぜひまた見に来てください。バイバーイ。